皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、日本の政治、参議院選挙も最終盤にかかってきました。最新のニュースとしては、石破政権が発足以来最低の支持率を記録したというニュースが入っています。ですから、参議院選挙のその投票結果にも、この政権支持率は必ず反映されるだろうと見られています。つまり、自公政権の参議院における過半数割れといったものも十分現実的なものとなってきているわけです。この件については以前から指摘されており、その正確性といったものがどんどんと角度が上がっていることを意味します。今はもはや負けることを前提にして、どのくらい凄まじい負け方になるかみたいな話へと話は移っているところです。一方で野党で議席が伸びるであろうと予測されているのは、参政党、国民民主党、それに続いて立憲民主党も議席を伸ばすだろうと見られています。自民党政権には多くの問題があり、野党には頑張ってほしいといった話はこれまでも行ってきました。ただし、ここで一つ大きな問題があります。私は野党においても議席が伸びるのが危険だという政党があることをここ最近は指摘するようになりました。国際情勢についての話をメインにしてきましたから、主に日本の政治についてはあまり取り上げてこなかったという反省があります。連続的に参政党についての危険性を解説する動画を上げていることにより、私があたかも自民党支持者であるかのように非難する人も現れるようになってしまいました。ただ、今回も参政党の話題を取り上げます。なぜならば、取り上げざるを得ないような危険な発言を今回もまた行っているからです。前回の動画においては参政党の憲法案の問題について指摘しました。数多くの日本人の権利を抹消してしまう非常に危険な内容でした。その消されてしまう権利のうちの一つが思想信条の自由です。行動に出ればその行動には責任が伴うものです。しかし、頭の中で何を考えているかについては、これを制限されるものではありません。しかし、参政党の神谷代表は、どのような考えを持っているかそのものについて、これを罰するべきだという意見を持っているようです。そのことを示す発言として、スパイ防止法を使って公務員の思想信条などを調査し、やめさせるんだというような話をしています。一体彼が何を言っていたか、まずは動画をご覧ください。自民党がもうね、アメリカの民主党みたいになってるわけですよ。ね、だから今全然自民党がね、トランプ政権とうまくいかないでしょ。完全交渉もいかないでしょ。それはね、そう、さっき言った官僚ですよ、官僚公務員。だからそういったね、極左の考え方を持った人たちが、もう浸透工作で社会の中枢にたっぷり入ってると思うんですよ。ね、これをね、洗い出して、ね、極端な人の人たちはやめてもらわないといけないと思います、私は。これをね、洗い出すのがスパイ防止法です。スパイ防止法です。ね。参政党はこれも日本にも作るべきだと思います。日本だけないんですから。今回の発言には多くの問題点が含まれています。動画の冒頭でも述べたように、現在の憲法下においては、個人が何を考えているか、頭の中に留まっている限りにおいては、どんなことを考えていてもそれ自体は全く何の罪にも当たりません。同様にして、頭の中で考えているだけであれば、それを理由にして職を追われるといったことも当然ありません。しかし、神谷代表の考える新しい憲法案においては、思想信条の自由は抹消されています。ですから、今回話している内容というのは、そのような自分たちの考える世界においては、スパイ防止法を使って公務員の思想を調査し、それを理由として解雇できるとしています。これは非常に危険な考え方です。さらに、ここではスパイ防止法があたかもそのような思想調査を行うのに必要だという話をしているわけですが、これもまたスパイ防止法の考え方についてかなり思い違いをしています。スパイ防止法は本来であれば、海外の組織や個人、それらによって日本国内もしくは日本国外からの影響工作についてこれを調査し、防止し、摘発するためのものです。例えば、公務員が何か特定秘密を盗み出してスパイへと渡したとしましょう。買収したりそのように仕向けたりといったことを従来の特定秘密保護法であるとかサイバーセキュリティ法案といったものを使いつつ、それでも及ばないところについては対スパイ法をもって犯行全体の
関係者らを捜査し、従来の法律では捕まえられなかった人物について捕まえていく、といったことを行うためのものがスパイ防止法です。神谷代表の言っているスパイ防止法というのは、むしろその内容は戦時中における治安維持法のような思想信条を理由として特定の思想を持っている人たちに対してこれを逮捕し、超法規的措置によって角身を害するといったようなことを想像させるような非常に危険な発言を行っています。ちなみに現在の憲法下においてはこのような思想信条を調査し、それを理由として何か解雇につなげるといった行為は当然思想信条の自由を犯す行為であり、また個人のプライバシー権についてもこれを完全に侵害する行為であることから、そのような理由をもってして公務員をクビにすることなど到底できません。日本国内に海外からのスパイ活動の結果として様々な情報が抜き取られたり、情報工作戦が仕掛けられていることをいかにして摘発し、撃退していくかといったことは重要です。本来であればそちらの方の仕事がメインのための対スパイ法であり、その対スパイ法を元にして活動するのが本格的な情報機関であるべきです。神谷氏の考えている対スパイ法や公務員に対する対応は完全に常軌を逸しているレベルだと私は思います。もしもあなたが公務員であるならば、参政党が議席を伸ばして、今回の発言に見られるようなことが国家の政策として取り上げられるようになれば、それがどれだけ危険なのか、今から想像しておくべきでしょう。以前ちらっとお話をした参政党の発達障害など存在しないといった話題について、日本自閉症協会から反論の声明が出ていたので、記事をご紹介しておきます。日本自閉症協会、ある政党に反論。そもそも発達障害など存在しない記載に根拠のない主張で、私たち当事者や家族を苦しめないで。日本自閉症協会は X を更新。日本発達障害ネットワークの声明を紹介し、発達障害は存在しないとするある政党の意見に反論した。同協会は16日に、ある政党がそもそも発達障害など存在しないと公言していますが、これは全く間違っていますと問題提起。WHO やアメリカ精神医学会には診断基準があり、日本には超党派の議員立法により成立した発達障害支援法がありますと解説。根拠のない主張で、私たち当事者や家族を苦しめないでと呼びかけた。また、17日になって日本発達障害ネットワークも意見表明を出していますと綴り、同ネットワーク側の意見を紹介した。引用されたのは、日本発達障害ネットワークなど計5団体が発表した発達障害者支援の啓発の一層の推進に関する意見表明。その中でも、ある政党の出版物に、そもそも発達障害は存在しないといった誤った記載が現在でもあり、日本発達障害ネットワークの会員一同としては非常に遺憾と反論。2016年に成立した発達障害者支援法に言及。施行後20年を経て様々な形で、発達障害児者とその保護者の方々に適切な支援が届くようになりました。また、アジアの国からも日本の発達障害者支援の取り組みは高く評価されていますと説明している。X では引用による拡散が相次ぎ、国政政党がそのような発言をするのは許せない。きちんと調べて選挙に行こうね。とんでもねえ主張。どこの政党だよ。これはひどい。そんな奴らが政治家になっていいわけない。などの意見が見られた。ある政党がとは書かれてはいるものの、この件に関しては明らかに参政党が主張していた内容です。参政党では、まず書籍でこの内容を書いていましたし、また書籍に書いていた内容と全く同じことを街頭演説などでも述べていました。発達障害は存在しないプラスアルファ、参政党の松田学氏は発達障害が利権化しており、本来であればこのような存在しないものを取り扱う必要などないといったもう完全な全否定なども行っていました。さらにこの話には続きがあって、そもそも親の育て方が悪いのだから発達障害のようなものが存在するのだというかなり悪意に満ちた発言なども関連のワードとしていくつも上がってきます。こうした親の育て方が悪いであるとか、親が食べさせるものが悪いであるとか、そういった話は他にも様々派生する話があって、子供がブユキになるのは親が食べさせるものが悪いからであって、だからこそ以前も取り上げたような小麦は毒であるとか、日本の農産物は中国のものよりも
ずっと危険なものだといったような発言なども行っていました。様々なデマや根拠のない話といったものが組み合わさることにより、参政党の際立った発言といったものはこれまで行われてきました。以前であれば、こんなひどいことを言っている人たちに対する支持が高まることは全く想像できませんでした。しかし、現在においては、このような政党が多くの議席を獲得し、これから6年間、税金で高い給料を受け取って政治活動をしていくことを考えると、これは非常に危険なことだと私は思います。現状、参政党支持を決め込んだ人たちは、どれだけ参政党が危険な発言をしていることを指摘しても、全く意に介さないようです。というのも、参政党内部においては、外部からの批判に対しては、これを完全にシャットアウトしようというような指示が出回っているそうです。外部からの批判は全て非国民であり、そのような人物に対しては、まともに話を聞く必要がない。といったことなども様々言葉として飛び交っているようです。そのため、批判的な言動をしている人たちに対しては、お前は一体誰に買収されたんだ、お前は一体何人だ、お前は日本人じゃないだろうといったような、非常に攻撃的な言葉が飛び交っているようです。せめて私の動画を見ている人たちの中には、このような参政党の分かりやすい扇動に騙されないようにと願うばかりです。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。どんなに政策があなたの望むものであったとしても、それが一体どのような人物が述べているものか、表から見える話だけではなく、その人の本質についてもぜひとも知ってほしいものです。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。